今はバルセロナにいます。サグラダ・ファミリアです。こちらがカサ・バトリオです。太陽礼拝。Destination departure in 10 hours and 15 minutes. 今日はバルセロナに行きます。マトゥーチャ駅。Wi-Fi もあるね。格安だからバックパックとかの持ち込み料がかかっちゃう。でも全然チェックされなかったね。あ、どうだろう。入り口かな。わ、一番後ろやん。まあでも結構ギリギリに予約したからってことだろうね。11の 8E です。 8E、8D だった気がする。わ、一番後ろ本当に。お、充電器もある。これもしかしてゴミ箱かこれ。めっちゃ綺麗。二等車だ。Wi-Fi ってか電気な、あ、充電器がある。ここにあれかな。レンフェ、これっぽいな。あったかい。あったかいけど入れないね、このあったかさは。うん。一番あったかい時間帯でこれだもん。いやー、すごいいい景色だったな。Mentalizando mi futuro, chicos, sin importar si el camino es duro. Sé que pronto llegará mi turno. すごい。サグラダ・ファミリアです。もうすぐ完成するんだよね。でも確かにパタヤにあったやつとなんか雰囲気似てるね。あれサグラダ・ファミリアって言われたんだっけ、そのアジアの。すげえ、すごいね。Yo tengo una guitarrita que a mí me salvó la vida. Sabe que yo la quiero y siempre será mi. クリスマスツリーかと思った。あ、そっちじゃなくてデザインちょっと謎いね。でもあれでしょ、ガウディの教会だからそういうアートなんだよ多分。すごいね、これは。これはすごいね。すげえな。
テーマパークっぽいよね。教会には見えない。でっかいね。想像以上の大きさ。でも確かにそう考えるとパタヤのあれすごかったね。あれの彫刻の、彫刻の精細さがすごかった。あれは建設中っていう点でも言われてるんだよね、サグラダ・ファミリアって、アジアの。なんかこれのルーフトップから街中が見渡せるらしい。この真ん中とかなんかのオフィスどうだろうね、住居かな。ね、ルーフトップに上がるそうそうそう。これもガウディ建築の7つある世界遺産のうちの1つ。まあ何も言われなかったらちょっと気づけないかな、俺はね。そんぐらいかな。シャンゼリゼ通りみたいな、めっちゃ本当シャンゼリゼ通りにね、ブランドが立ち並んでブランドがあそこにやっぱ人がいっぱいいるからあれだね。突然現れるね。馴染んでないもん、あの建物群の中に。こちらがカサバトリョです。どれを撮ってる？これを撮ってるみんな。あ、カサバトリョって書いてある。ガウディ。ドラゴンをイメージしてるらしいよこれ。なんか仮面みたいな。本当はね、まあすごいんでしょう。ちょっと俺はアートのセンスがないので。ここがカタルーニャ広場です。いやー、でっかい建造物が多いね。この広場あんま広場感ないな。リアムパイン、バルセロナのユニフォームがいっぱい売ってる。こういう雰囲気ってどこに来るの？どこだろう。メキシコっぽくない？メキシコっぽいけどな。なんでフットボールじゃなくてサッカーっていうようになったのかっていう。それはイギリス英語かアメリカ英語かの違いだ。確かイギリスは多分フットボール。アメリカではサッカーしアメリカではサッカーだし、多分こっちの人にサッカーって言っても伝わるよ。あ、そうなんだ。すごいいい通りじゃないここ。今から世界一周の先輩に会ってきますね。1年先輩にアドバイスを受けたまわりに、中南米の本当に中南米のプロ東回りで始めて中南米の魅力に沼ってしまった人たちですね。美味しそう。でも結構混んでるかな。すごい。超気持ちいい。太陽礼拝。もうハロウィンのシーズンですね。これも同じやつ？絶対それから見て、このブランド1948年から T 山頂メレロ。もうスペイン語っぽいもんね。いろんなところで見かける。すごいね。マジ徒歩2分でこの光景。いい場所だね。いい場所。今日風強いからちょっと波が荒いかも。わー、いいビーチ。このビーチがずーっと続いてるからね。ねえ。でも結構波高いね。いやー、これはいいね。気持ちいい。すごい、だってすごい雨の天気。雨雲だね。綺麗な海。綺麗な海。すごい。
海岸線がもうずーっと見えるもんね。今日はピクニックをしに行きました。卵ハムサンドです。海が綺麗すぎ。色が美味しい。明日はメキシコですね。ついに大西洋を渡って、もう大西洋を渡れちゃったらさ、何が起きても太平洋を渡って帰ってくるじゃん。だからもう 90% 世界一周半残りの 10% は南米で死ぬかね、ほぼ簡単。本国さん